Meshtabi. Season 5. 今回のMeshtabiはガチでまた食べたい。福岡さわらら編9編です。それでは早速 Let's get it started. 1. Sawala. Ichi-Q Ramen. 1965年創業の19ラーメンさん。地元で愛されてる老舗ラーメン屋さん。ここは先日回転寿司でオープン待ちの時に会ったお兄さんに教えてもらったお店なんです。あ、画家さんね。勝手に画家にしないの。確かに画家っぽかったけどね。でしょ。その説はいろいろ美味しいお店教えていただきましてありがとうございました。ありがとうございました。かなり行きましたね、画家さん情報のお店。はい、ありがたい。美味しいお店ばっかり。おいちゃんこれ好きっすね。お店で入った時にこの匂いはって一瞬なったんだけど、飲んでみりゃなんだ、優しいあっさり豚骨じゃないか。しかもしっかりコクと深みのある美味しいスープ。これは会員しちゃうやつっす。わかる。麺の硬さはバリ方がいいみたいね。好みがあると思うけど、隣のお兄さんは替え玉バリ方普通バリ方の3回転してたよ。3回転、なんとマニアックな注文だ。グリーンのからし高菜ラーメンは結構辛くてびっくりしたでござる。辛かったね、これ北海道の人見たらびっくりするよね。安っってなるなる。でもこれ福岡じゃ普通だね、安い部類ではないというね。だけど珍しいっていうか、なんちゅうか画家さんが言ってたおやつ感覚で食べるっていうのが分かる気がするね。ああだね、たこ焼き食べるみたいな感覚のラーメンね、福岡いろいろ安すぎっしょ。老後はタイかベトナムか福岡で暮らすってのがいいかもね。ね。 2. Iki no Matsubara. Iki Matsu Burger. 公営団地前にある小さな屋台のお店。貨物用コンテナを使った可愛らしい小さなバーガー屋さん。福岡から西方面探りに行く途中、ロードサイドの行きますバーガーって小さな看板見つけましてね。そりゃ行きますってなるっしょ。なるなる。でよくあのちっちゃい看板見つけたよね。美味しい匂いには敏感なのさ。ご夫婦なのかな。お二人で爽やかにお店を切り盛りされています。テイクアウト専門のお店ですが、グルメバーガーの品質なのに値段はファストフード並みってんだから、そりゃあ人気になりますわね。ねえ、価格帯的にはもしかしてモスぐらい？お店横にベンチと自動販売機が設置されており、青空カフェバーガースタンドでいただきます。メニューは基本のハンバーガー470円にお好みでいろいろトッピングができるというシンプルスタイル。おいちゃんはトマト&レタストッピングでいきます。これ540円。私はそれにベーコンを加えていきます。これ610円。他にもいろいろがっつりチーズ140円やエッグ70円なんかがあります。食いしん坊さんにはトッピングを全のせいきまつバーガー620円ってのもありますよ。フライドポテトはバーガーを頼むと130円。美味しさの秘訣は牛 100% のオリジナルパテとバンズを炭火で焼き上げる方式でいきますバーガー。手作り出来たて炭火焼きにこだわった一品なんです。地元の方は電話で注文して取りに来るってパターンがほとんどでしたね。そりゃそうだ、近所にあったら嬉しいバーガースタンドだねこりゃ。ねえ。 3. Yokohama. Anzen Shokdo. 福岡市中心地からかなり西の方にね来ましたが、なんとここは横浜。福岡の住所はどないなってんだねえ。赤坂大手町欅通りに六本松、祇園に舞鶴に横浜と来たもんだ。ややこしい。ややこやしいよね。ややこやしいよ。そしてこのラーメン屋さんの名前は安全食堂だよ。運転免許試験場の食堂でもあるまいし。ほんと試験場にありそうな名前よね。なんでも1973年にお店ができた時に国道沿いってことで交通安全を祈願して名付けられたそうなんです。いい名前だよねこちらは焼き飯が人気ということなんですがね、かなりデカ盛りらしいってことで、おいちゃん一人じゃ無理と思いまして、デカ盛りチャーハンハンターのグリーンを連れて参上。だけどあれ
もっとでかいのかと思った。ねえ、北海道の三大デカ盛りチャーハンのお店に比べるとかなりライトですな。 Light. そうですな。これなら私いける。すっげえ。だって蓬莱電引緑屋の半分くらいじゃない？確かにこれは食べきれるサイズだから逆にやばいね。食っちまう。ねえ、食っちゃった。ラーメンは片茹でで注文しましたが、なんとも不思議な麺食感。ねえ、今まで食べたことない食感。口に入れると溶けるみたいな。ねえ、こんなの初めてって言いながらうっかり完食。ねえ、安全食堂は食べ過ぎ注意の危険なお店でした。だ。 4. Nishijan. Bujo Saw. 1957年創業、佐原区は西陣にございます。餃子一筋ののれんを掲げる60年近い歴史を持つこちらのお店。注文を受けてから皮を伸ばしあんを包むというもちっとした皮に包まれたほんのり甘い餃子。食べロ側で宇宙一美味しいとおっしゃってるパイセンがいらしてね。それはいただかねばなるまい。ということで、 Python. ミスタービーズ参上。一人前10個の餃子を2オーダーで伸ばして包んで揚げて寄せてという気の遠くなるような工程で作られるこの餃子。揚げて寄せてっていう工程はないけどね、驚きものき3種だけよね。2人前頼む客が5組来たら100個ですからね。ねえ、考えられへん。大変よね。大変、すごい、そしてうまい。ね、美味しい、かなり上位の餃子。私の宇宙では一番ではないけど、まあ人それぞれ宇宙ってもんがありますからね。あるある。かつては西鉄ライオンズの選手たちもひいきにして通っていたそうですよ。でも馬上僧って何？馬上僧は中国唐時代の詩人王冠の詩の一節で、ぶどうの美酒夜行の杯飲まんと欲して美は馬上に促すという詩の一節にちなむのだそう。全く意味は分かりませんが、読み方も間違ってたらごめんなさい。わかりません。素晴らしいお店でしたね。創業60年のお店とは思えぬピカピカな店内。ね、オーバークリーニング症候群的綺麗さ。 Overcleaning syndrome. 素晴らしい。先代から受け継がれた丁寧な仕事ぶりが伺えるお店でしたね。は 5. ニューヨーク Kota Bay. Fuku no Yu. い。はい。ミスタービーズ大好き、福の湯さんチェーン。3チェーンはもうないよ。1989年にローソンと合併しちゃったからね。サンチェーン？なんそれ？知らないのかい。24時間営業のコンビニをいち早く展開したのは3チェーンだったんだよ。で、そんなの関係ない。さすがは福の湯さんチェーンね。3チェーンはキャバレーハワイがやってた。分かったっちゅうの。宇宙にいろんな柴田リエーションの浴槽があるのはもちろん。バリエーションだろ。あら、 Variation. なんといっても露天スペースの広さが福の湯さんの持ち味ね。整いチェアが40人分はあるんです。ベンチを入れたら50人以上が一度に整うことができるというサウナーにはたまらない施設なのでございます。汗流し用散水ホースが至る所にあって素晴らしいわよね。そうそう、整い椅子を使った後にかけ水して次の人のために洗い流すっていうなんとも日本人らしいルーティン Teen. で、日本特有？じゃないかな。わかんないけど、そんなことするのは日本人くらいなもんじゃない？そうなんだ。サウナが30分前のオートロウリュウ、90度タイプに水風呂は16度くらいかな。しっかり汗のかけるセッティング。寝湯が高濃度炭酸泉のぬる湯になっててやばすぎ、1時間寝ちゃった。わかる。サウナはさほど広くないけどゆったり20人が入れるくらい。なんといっても床材が TOTO グリップフロア NH シリーズに統一されているんだ。おー、あの床 TOTO さんなの？あれ滑らなくていいね。年配の方でも安心して歩ける。ねえでしょう。スノコ一つをとっても機能的で安全でスタイリッシュなものが選ばれています。この辺の配慮はプロデューサーなのか建築家さんなのか、いずれにしても素晴らしい作品だと思いますね。福岡一お気に入りのお風呂かな。気持ちよすぎです。日本屈指じゃない？
特に佐原って新宮町にある新宮温泉もいいけどね。あそこもいいね。福野屋さんは日本を代表するスーパーウルトラミラクル銭湯だね。んだ。 6. Today's katsu curry. Chiyo. Suke-san udon. これでどうして助さんなのかは全然納得できないけど、そもそも読めなかったし、そもそもどうして日本人にも読めない地名や名前だらけなの？ジャパン。資産うどんって読んでたからね、おいちゃんしばらく。私も。なんとこれはね、助さんうどんの創業者故大西昌司氏から一文字取り名付けられているんだけれども、これが面白くってね、大西さんが病院の待合室で看護師から名前を大西さん、大西昭助さんって間違えて呼ばれたのが気に入って、昭助さんなんかいい感じと思っちゃって、それでその昭助さん、助さんを取って助さんうどんにしたんだと。間違い読みだったの？おいちゃんの名前もよく間違い読みされますが。でしょうね。読める人皆無ね。だけどどうしてトゥデイズカツカレーが助さんうどんなの？これです。これが食べたかったんです。助さん幸せセット。にゃーん、なんじゃこりゃ。幸せでしょ。ごぼう天うどんにカツカレーにぼたもちってあなたのためにあるようなセットね。でしょう。完璧なセットですね。デザートにぼたもちっていうのはたまりませんね。24時間営業っていうのがすごいね。これスカイラーク経営になったから北海道もそのうちできるんじゃないかと思って楽しみだよね。ねえ、早くできないかな。便利よね。安いし美味しいし。早めにお願いします。しかし九州の地名むずいよね。読めないのだらけ。指宿、猿はみ、カジキ、エイノマルだよ。読めるかっちゅうの。これなんてわかる？生ためでしょ。あれ、生ため？いや順番違うか。ね、違うんだ順番。なんだこれ？アモーダだそうだ。アモーダ？なんじゃそり。ね。日本人？地名です。そっか。 7. Sawala. Manjuya. 創業85年、銚子日世、もつ鍋の元祖のお店でございますね。だけどなんでもつ鍋屋さんがまんじゅう屋？ねえ、セブンイレブンが24時間営業みたいな。千葉なのに東京ディズニーランドとかさ、ゲイとイタリアンの融合、ゲイタリアンみたいな話だね。そうなんです。そっか。もともと仙台はおまんじゅう屋さんだったんですが、戦後食尿なんで。食糧が深刻だったんだよね、戦後。戦後食料なんで砂糖など必要な材料が手に入らなくなり、もつ鍋屋へとシフトした後もそのまま屋号はまんじゅう屋のままってことで、まんじゅう屋なのだそうですとベテラン店員さんのお母さんが教えてくださいました。なるほどね。昔ながらの漱石のホルモン鍋がいただけるっちゅうわけだ。そう、石鍋をセットしたらお母さんが手際よく作ってくれます。出来上がりを待つ間、一切鍋には触れるべからず、すべてお任せしておけばもう満タイ。いじっちゃうんだよね、これ。いじりたくなっちゃうよね。まめにいじくるのは鍋のアク取りと白コロホルモンだけだね。焼肉めっちゃひっくり返す人との焼肉は我慢ならないよね。確かにあれはまずいわね。なので言われた通り黙って待つのでありました。締めにちゃんぽん麺と雑炊迷ってたら、ぜひご飯を食べてってとおすすめしてもらったんでね。はい、これも作ってくれますので良い子は黙って待つのであります。醤油の焦げた匂いで食欲増し増し。いやー、これうまいね。ねえ、美味しい。これはまた食べたいやつ。正直もつ鍋はどんどん進化してて、今美味しいのいっぱいあるからね。ここのちのは昔ながらのもつ鍋って感じだけど、この締め飯は最高に美味しいね。 8. Kami Yamato. Daichi no Udon. はい、飯旅ーズ大好き大地のうどんさん。今回は本店さんに初見参だけど、意外にも空いててびっくりだね。博多駅前の行列してるとこしか見たことなかったから驚きだぜ。ねえ、まあ遠いからね。ここ40分くらい、博多から西へ。
大地のうどんの代名詞便座方式ごぼう天をいただき候。だから便座はやめなさい。でも地元の方々は皆さんごぼう天別皿バラでって頼んでましたね。そんなのありって思ったけど、これ確かに食べやすいかもね。確かに別皿の方が食べやすいかもしれないけれどもね。ごぼうも一切れずつバラバラになってて、だけどおいちゃんは穴からすするこんにちは食いが好きだな。確かに常連さんはみんなバラでって注文されてましたね。こんにちは。だけどごぼう天が基本中の基本なんだよね、福岡じゃ。ごぼう天とうどんってのがラーメンとシナチクみたいな間柄。そうそう、北海道にはない文化よね。これさ、福岡でうどん食べ倒して気づいたんだけど、大地さんうどんどっちかちょっと固めね。思った。てっきりこれが福岡の柔らかいうどんって思ってたけど、なんのもっともっとやばいねえ、びっくりだよ。この間の都農場のうどん屋さんの柔らかさたるやねえ、びっくり仰天。赤ちゃんのほっぺ、あらマシュマロみたいな。それは大げさっしょ。いや、やばいよねえ、大地さんはトゥルットゥル麺が独特なんだけど、トゥルットゥルのもっちもち、これが豊前裏打ち会的な。冷やしぶっかけていただくとかなり噛み応えがありますね。これ好きなやつでしょ。ぶっちゃけ好きっす、ぶっかけ。9. Shiga Dome Tenpura Hila O. 天ぷらの平尾さん、いつもは本店にお邪魔するんですけれども、今回初めて佐原店にお邪魔してみました。もうすっかり平尾好きになっちゃいましてね。北海道に欲しいお店ナンバーワンですね。いいね。平尾、長浜家、ツナパハが3トップね、私は。いいね。スリランカカレーね。ヌードルってのがないからね、北海道のスリランカカレーには。そうなの。おいちゃんは平尾、長浜家、福の湯さんかな。それも欲しい。いや、どうしてもじゃがいもの天ぷら食べたくてね、今回我慢できずに滞在中2度目の平尾さんです。体重マックス気味だから天ぷらだけにしようと思ってきたグリーンだけど、やっぱり塩辛も食べたいからさ。なるよね。ほな米かってね。なる。メヒカリの天ぷら、かぼちゃ、鶏もも、エビ、イカ、ナス、ピーマン7品においちゃんおすすめサバをプラスで腹パン大満足。サバ天美味しいね。でしょ。衣が薄付きなのがいいんだろうね。さっくり揚がってて脂っこくないからなんぼでも食べらさる。箸休めのお漬物も柚子風味でさっぱり。箸休めにいいね。新店舗ができたんだよね。ついに8店舗目なんだって。もうそんなにあるんだ。全制覇しなきゃ。する。だけどさ、天ぷらって純和食っぽいイメージじゃん。南蛮渡来の料理とは信じがたいけどね。日本料理じゃないの天ぷら。江戸時代から食べられてたんだけど、これは実は室町時代にポルトガルから伝わった南蛮料理が起源なんです。ポルトガル語のテンポーラがなまったらしいっす。テンポーラ。でも素揚げだったらしいけどね、ポルトガルから伝わったのは。関東大震災を機に江戸の庶民の料理として定着していた天ぷらは全国へと広まったんだそうな。なるほど。江戸の人々が関東を逃れて全国に散らばり天ぷらを普及したってわけね。そうなんだそうだ。地震が天ぷらをね。今もコロナを境に関東を離れる人が増えてるらしいね。移住したらいいよね。素晴らしいところがいっぱいだよジャパン。この間行った都城市なんて移住推進しててさ、最大500万円もらえるらしいよ、移住すると。500万移住するだけで？そういう制度いろいろあるんじゃないかな、日本中に。移住しよう。都城いいじゃん。いいとこだよね。いろいろ調べてみようっと。Jakaino Meshtabi Wa Gachi de Mata Tabathai Kalume Kaiwai Des Otanoshi Mini See you soon。 そうだ、ちょうど2ヶ月だ。北海道を離れてちょうど2ヶ月が経って、はい、走行距離にして3500キロぐらい走ったんですが、走りましたね。ちょっと不安になってるんです、飯旅。何かというと、北海道を走るとね、3000キロなんか走った日にはも
あれですよ、鹿は250頭、キツネは148頭ぐらいと出会うのが北海道じゃ当たり前ですよ。んだ。なのに九州で出会ったのは猫が5匹ぐらいでしょ。うん。この2ヶ月間の3500キロで。はい。これって正常って思っちゃってね。ね、山に動物がいないよね。結構山道走ってるんですよ。走ってる。出会うのは外国人ばかりなり。確かに。すんごい外国人歩ってるよね。うん。なんでこんな田舎道歩ってんのこの人って。確かにそうだね。あれは何人？そう、常にクイズを出してるけど正解が分かりません。何してる人なのかも全くわからないけど、旅行者っぽい人もいればそうじゃない人もいて、そうそう。とにかく一番出会ったのは外国人たち。ね。この2ヶ月で多分3、40人はあってお見かけしてますよね。本当だ。彼らは誰なんだ。そしてどこに？北海道だとクマ注意とか鹿飛び出し注意とか、キツネ注意とかいろんな看板が道路にあるけどさ、イノシシが石を落としますので注意してくださいって看板があるよね。書いてあるけどさ、気をつけようないんだけどね。確かに。最初多分イノシシが歩から落ちてくるよっていう意味だと思うんだけど、看板の書き方だとさ、イノシシが狙って落としてるみたいに感じたよね。そんなわけあるかと思ったんだけど。トムとジェリー状態かと思ったよね。九州の皆さん、イノシシポイントちょっと教えてください。北海道でもクマを見たいって言って一回も会えてないんでね。出てるらしいね。